はい、いつもお世話になっております、アンツベチャンネルです。はい、今日はですね、久々に飼育しているアリの今の現状をですね、ご紹介していこうと思います。今ここで見せているパラポネラもそうですけれども、まだいくつか飼育しているアリがいますので、早速今の現状を見ていきましょう。はい、ということでですね、早速見ていこうと思いますが、自分もアリ飼育を始めて9年目とかかな、10年近くなってきて、ピークの時は何十種類ってアリ飼育していたんですけれども、そこから抑えていって、コロニーが死んでしまったりっていうのもあって、今ですね、十数コロニーかな、あります。ですので、紹介できる限り今回ちょっと紹介していこうと思うんですが、まずはやっぱこちらですよね。最近ずっと動画でご紹介しているパナポレラについてご紹介していきましょう。今現状はですね、繭になってからそれからちょっと時間が経ちまして働きアリが1匹生まれました。ですので女王アリと働きアリ3匹で今4匹のコロニーになっています。はい。で繭があと他にですね4つ3つですね3つありますね。で1個だけ繭破りをされてしまったんですけれども、それについては多分餌が足りなかったのかなと思いますんで、今は毎日餌をしっかりあげている状態です。繭が3個あるので、このまま順調にいけば年内には7匹のコロニーになるのかなっていうところですね。はい。そうするとここのケースもちょっと手狭になってくるので、また違うケースをちょっと作ろうかなとは思います。今パラポネラはこんな感じです。はい、続いて2種類目のアリですけれども、こちらはルヒベス太張りアリですね。動画でご紹介するのはまた久しぶりだと思いますが、かなり数増えました。今期はですね、何匹だろうな、2、30匹くらいに増えたのかな。結構増えてくると狩りもすごいするアリでした。小規模のコロニーの時はかなり臆病な感じだったんですけれども、今はですね、結構外にわらわら出てきて、ミルワームとかを集団で狩りをするような感じが見られますので、おとなしめのアリかなと思ったら結構アグレッシブで楽しいアリです。飼育を続けていくと楽しさが分かってくるアリかなと思うのと、あと個体自体がですねでかいですので、それだけで見てて楽しいですし、動きものっそりしているので可愛いアリとして推していきたいなと思ってますね。でこのアリについてはゴキブリ系を好むっていう風に教わったんですけれども、今うちではですねミルワームとプロゼリーだけで飼育できてますね。ミルワームをずっと与えてたらミルワーム好んで食べるようになりました。逆にゴキブリをたまにあげるとゴキブリはあんまり食べないで排除するっていう感じになってるので、その辺面白いですよね。で結構周期があって、今は幼虫もかなり少ない段階ですので、冬になってそういった形になってるのかなと思います。また来年ちょっと増えていければいいかなと思いますが、そんな大きくなる種類ではないと思いますんで、このまま飼育を続けていきたいです。結構アリの中ではおすすめの種類のアリですね。はい。はい。で、3種類目が黒オオアリですね。実は黒オオアリも今も飼育してます。今こんな感じになってて、アントルームのアリマシーン2号ミニですかね。これで飼育してるんですけれども、2、3年目でちょっとコロニーとしては規模小さいかなっていうところなんですが、今のところこんな感じで今いますね。でもう12月になるので活動ももう収まってて、越冬に入るのかなっていうところです。今ちょっと暖かい部屋に置いているので、寒い部屋に移動させて冬越しをさせようと思います。在来種はそうした方が来年の活動が結構活発になりやすくなりますので、なるべくですねそういう四季を与えた方がいいですね。黒終わりについてはこんな感じです。はい、4種類目ですね。4種類目はハーベラーオオアリですね。ハーベラーオオアリは動画でご紹介してませんでした。何個か動画撮ったんですけれども、ちょっとボツでお蔵入りにしてたんですよね。なのでちょっと公開もしかしたらいつかするかもしれませんけれども、今はですねこんなような容器で結構立体的な餌場を使っているので、観察がすごい楽しい状態になってます。でこちらの飼育容器についてはアリス・イン・アンダーグラウンドさんの初代のリンクスですかね。これ使っております。でもうですね結構使い古して巣の中汚くなっちゃってます。ハーベラーオオアリは結構汚くするみたいですね。ですのでちょっとこれはそろそろお掃除または引っ越しが必要ですかね。そのあたりも本当は動画にしたいんですけれども、ちょっとできるかどうか、そこもちょっとチャレンジしていこうと
思います。で、ハーベラオオアリについては日本のアメ色オオアリみたいな形をしているので、かなりその近縁種だと思うんですけれども、色がすごい綺麗で、黒と赤と黄色とかなり珍しい色をしてます。ですので唯一無二みたいなオオアリですので、飼育はすごくいいんじゃないかなと思いますね。飼育に向いてるアリですよね。大きさについてはそこまで大きくないですけれども、本当に飴色大アリサイズです。で、あとは飼育をしていて何でも食べてくれますし、増えるのも早いので、初心者にもおすすめの海外の大アリだと思います。気になる方はぜひ飼育してみてください。はい、続いてはですね、一番うちの中で古参のアリちゃんですね。あんまりご紹介これもしてないですけれども、こちらは在来種の胸細アリになります。胸細アリは私が思っている中では一番飼育が簡単なアリですね。今ですね、こういうチューブじゃないですけれども、パイプをこうやってグニュって曲げた疑似的なですね、枝をイメージした飼育容器で飼育しているんですけれども、本当に適当に飼育していればずっと増え続けてくれます。中にですね、だいたいミルワームとプロゼリーと、あと水をたまにあげてあげれば問題ないです。水分の常備はしてなくて、基本的にプロゼリーとかで補えば全く問題ないです。乾燥耐性にはものすごい強いんだと思いますね。はい、続いて6種類目ですけれども、6種類目はこちらですね。草オオアリをこの中に飼育しております。アンストさんの巣で飼育してるんですけれども、やっぱアンストさんの巣はどちらかといったら樹状性の乾燥耐性に強いアリの飼育の方が向いてそうですね。ですので今これを入れて飼育してる感じになります。かなり増えまして、ちょっと見えづらいですけれども、100匹以上はもういるんじゃないかなという感じです。これももっと増えてしまうと大きい巣に切り替えないといけないかなっていうところです。で、この草終わりについては動画でもご紹介してなかったですけれども、数年前にどっかのサービスエリアのトイレの中に女王アリがいて、それを採取して一から飼育を始めた種類でして、結構見つけるのは難しいのかな、女王アリを。たまたま見つけられたので良かったんですけれども、飼育自体はすごい簡単で、普通の樹状性のアリと全く同じですね。こういう感じの、3D プリンター系の巣で飼育できますし、木製の巣でも飼育できますしってところだと思います。一番最初はアリス・イン・アンダーグラウンドさんの試験管のセパレーターの巣で飼育してたんですけれども、それが手狭になってこっちに引っ越したっていう感じですね。今のところどの巣でも適用がありそうなので、飼育は簡単だと思います。はい、じゃあ7種類目のアリを見ていきましょう。今、コブセンさんの巣で今飼育してるんですけれども、ですね、ここに今いますね。すごい小さいコロニーです。はい、ケブカツヤオオアリのコロニーですね。で、こちらはいただいたアリなんですけれども、ちょっと成長遅いかなっていうところです。で、最初は小さい飼育ケースで飼育していたんですけれども、2年目にちょっとこちらに切り替えたら、まだちょっと大きすぎたかなっていうところで成長がかなり鈍ってしまったので、一旦ここからまた小さいケースに切り替えて、でうまく給餌ができるようにして、それで育てていこうと思います。ちょっとこれ今回失敗したかなっていうところですね。ただ今のところ女王アリとか含め元気ですので、働きアリもいる状態ですから、また来年からちょっとスタートできるかなと思います。一旦これは越冬させて来年チャレンジっていうところですかね。はい、じゃあ続いてはこちらご紹介しましょうかね。ちょっと10種類くらいにとどめておきましょうか。これ多分8種類目だと思いますが、これが黄色シリアゲアリちゃんになります。はい、黄色シリアゲアリは僕アリ飼育を始めてからずーっと飼育してますね。これちょっと何代目か忘れましたけれども、これも何年も経ってるコロニーだと思います。はい、今自作の飼育ケースで飼育してて、これめちゃくちゃいい飼育ケースなんですよね。やっぱ見た目がかっこいいというか、なんかリアルな感じがします。で、黄色シリアゲアリの巣を自分掘り起こしたことがあるんですけれども、やっぱりこんな感じなつき方をしてました。はい、すごい飼育ケース自体も黄色シリアゲアリの巣と似てる感じで、飼育の観察のしがいがあって楽しいかなと思います。はい。ただですね、ちょっとやっぱ試作の飼育ケースですので、結構石膏を進められちゃって、ここに穴を開けられちゃいました。それで上のここの水を溜める場所に働きアリたちがここに侵入しちゃってるっていうところができてしまってて、ここに脱走防止のテープを貼ってるんですけれども、こんな感じでちょっと
ハプニングありつつっていう感じなんですが、飼育ケースはですね、やっぱりちょっとリアルなものを作っていきたいので仕方ないかなっていうところですね。はい。なるべくこういう風に掘り起こしされないようにするには、つるんとした丸みを帯びたフォルムでですね、石膏のケース作った方がいいんですよ。なんか凹凸だったりとかへこみだったりとかがあると、そこからどうしてもこういう風にアリの道を取られてしまいますので、こういう巣を作るときは仕方ないかなっていうところです。はい、続いて9種類目ですね。9種類目はアピカリスオオハリアリになります。で、こちらのコロニーは今回ご紹介するか迷ったんですけれども、動画で結構ご紹介できてたので、今回しようと思いますが、コロニー自体はかなり小さくなってますね。去年はですね、結構繭を産出してくれてたんですけれども、卵もいっぱい産んでくれてたんですが、働きアリがほとんど増えなかったですね。ですので、働きアリが徐々に減っていってこの数になってしまったっていう感じです。で、原因はですねちょっとわからないんですけれども、もしかしたら初代の女王アリがなくなってしまっている可能性があります。可能性があるっていうのは、ここの巣の中にですね女王アリの形をしたアリが複数匹いるからなんですね。なのでもう初代の女王アリが死んでしまって無精卵を産んでいる可能性があります。ちょっとここについてはですね、繭がまたできた時に羽アリになっちゃうのか、それとも働きアリが生まれてくれるのかっていうところをちょっと注意してみたいんですが、ちょっと期待薄かなっていうところです。アピカリスについても結構飼育しましたので、衰退していくのは仕方ないかなと思いますけれども、大型のハリアリの中では結構サイクル短めかもしんないですね。1年2年目くらいからも羽アリを産出するような種類でしたので、そういう種類って結構女王アリが早く死んでしまうみたいな、そんなイメージがありますから、もしかしたらそういう種類かもしれません。ただ働きアリもまだ20匹以上いますので、来年も多分飼育継続できるかと思いますんで、もし復活できたら復活させたいですけどね、ちょっとここは様子を見ていこうと思います。はい、10種類目ですね。最後の10種類目どれにしようか迷ったんですけれども、めちゃくちゃ久しぶりにこの巣出してきました。はい。今藻ができちゃってすごいなんかワイルドな巣になってますけれども、当初はですねこの中で何飼ってたかなちょっと忘れちゃったんですけれども、今はですねアシナガアリを飼育しています。で、アシナガアリにしては結構部屋が小さかったかなっていう感じで、ずっとここの一番大きいお部屋に女王アリと働きアリがいるようなイメージですね。下の方は結構小さいので、部屋というよりは通路みたいな感じになっちゃってます。もしかしたらもっと大きい巣で飼育させてあげた方が増えるのかな。100匹くらいはいますので、問題はないんだと思いますが、こんな感じです。在来種の中でもアシナガアリってすごいかっこいいですので、これも飼育継続していきたいんですが、なんかですね私が飼育しているとワイルドの個体よりも働きアリが小さい個体しか生まれてこないんですよね。ちょっと栄養が足りないのかなっていう感じなんですが、アシナガアリも結構小さい働きアリから大きめの働きアリまで結構様々なんですけれども、ここのコロニーについては小さい子たちがたくさんいるかなっていう感じです。なんかやっぱりクロオアリを飼育してても思いますけれども、野生の個体とはやっぱり大きさ違うよなって気がするのは、やっぱり巣の大きさなのか餌の量なのかっていうところかなって思いますが、ちょっとこのコンパクトなところで飼育させてあげてるのがかわいそうなのかなっても思ってくるんですけれども、そのあたりもいずれは解明していきたいですけどね。はい、10種類目はアシナガアリ、なかなかいい巣じゃないですか。はい、こんな感じです。はい、で今の飼育部屋こんな感じですね。全体像はこんな感じで飼育を続けております。今ですねここに可愛い子がいるんですよね。これクレステッド月光のペロスケっていう子なんだけども、これ1年経過して1歳ですね。はい、可愛い子です。他は基本はアリさんたちを飼育してます。ここについてはちょっと今回ご紹介しなかったバルバルスもいたりしますし、こっちの段はまだ小さいアリたちがいますね。で、ここは在来種の黒長アリがいたりします。で、前にご紹介した黒山アリもここにいますし、あとはこちらには四つ星オオアリですね。
結構こんな感じで巣が汚くなっちゃってますけれども、こちらも元気に健在です。はい。で、結構飼育が少なくなりましたので、以前使っていた飼育ケースなんかは今この辺りでストックしている状態ですね。以前みたいに大量飼育はすることはないと思いますので、これを全て使うことは今後もないと思いますが、むしろですね、新しい巣をまた作っていきたいので、この辺り、もしかしたら欲しい方にお譲りするかもしれません。そんな感じで今回は、今飼育しているアリの現状をご紹介させていただきました。またいずれこのような動画は上げていこうと思いますので、楽しみにお待ちいただければと思います。ということで今回の動画はこれで以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。